この動画では外国人特別選抜の選抜方法について少しお話ししたと思います。前述の通り、全大学共通のルールとか規則性とかやり方なんていうものは試験に限っては特にありません。大学により様々な方法で選抜されます。それらを大きく種類分けすると、まずは書類選考と、試験選考。この2つに分けることができます。1つ目の書類選考。これは大学が要求する書類を提出する必要があります。例えばこちら、成績出席率の証明書、また経費紙弁などの証明書、こんな具合に提出書類が求められるのですが、これに加えて日本留学試験の成績、これは他の動画でも言っていますが、特に注意してください。大学によって、また学部によって指定する受験科目数が違いますので、事前にしっかりと確認してから提出しましょう。また、その他の日本語能力証明として、大学が書類を求めてくる場合がありますので、こちらも確認しましょう。という具合に、ここまでの書類でしたら、法務省国事校、日本語学校の留学生でしたら、なんとかなるのですが、問題はここからです。はい。大学によっては、英語の外部試験の証明を求めてきます。しかも、厳しい大学では、何点以上といった出題基準を設けてきます。日本語の勉強でさえ大変なのに、英語の試験まで受けねばならず、留学生の負担となっています。そして次、推薦状。これで進学を諦める学生がかなりいます。というのもこの推薦状、大学によっては日本語学校の日本語教師の推薦状でも構わないよっていうところもあるんですが、母国の出身高校とか出身大学の先生の推薦状を求めてくる大学、しかも2人以上なんて指定してくる大学もあるほどで、ここで出願を諦めてしまうという留学生がかなりいます。そして最後、極めつけは志望理由書。これを甘く見る外国人留学生が大勢いますが、誰かの志望理由書をそっくり真似して提出しても相手にされません。以上、大学が要求する書類に関する説明でしたが、もう薄々お分かりかと思います。この書類を提出する段階ですでに入試選抜が行われているのです。いわゆる足切りです。書類を揃えられるかで合格不合格が決まってしまい、提出できるというだけでかなりの合格率となるのです。事実、私は日本人の予備校でも受験指導をしていますので、日本人の入試事情も知っています。日本人の入試でなんと25倍という倍率がついたある大学のある学部がありましたが、同じ大学、同じ学部の外国人入試の倍率はおよそ 3.0 倍でした。それもそのはず、この書類選考が厳しく、書類を出願できる留学生をその段階で絞っていたから、こんな低い倍率になったんです。これが外国人特別選抜です。次に試験選考について簡単に見ていきましょう。と言ってもご存知の情報ばかりかと思いますが、まずは面接試験。ただこちらもよく見てください。面接もあれば面談を行う大学もあり、さらには学科科目に関する知識的な口頭試問を行う大学もあります。ここら辺も事前に調べて対策をするようにしましょう。次に小論文試験と面接。このパターンが一番多い外国人選抜になります。これにさらに学力試験、特に数学とか英語が多いのですが、学科試験を加えている大学もあり、そういう大学はさらに難易度が上がります。で、次のパターンも多いのですが、日本語の試験と面接というパターン。ただここで注意してほしいのは、一言日本語の試験といっても、明らかに日本人の高校生が受験する現代文のような試験問題を出してくる大学もあれば、日本人の小学生が受ける中学受験タイプ、いわゆる国語的な知識、ことわざだの慣用句だのも含めた、こんな試験を出してくる大学もあります。そして、外国人向けに日本語能力試験、そっくりな試験問題を出題する大学もあります。大学によっては過去問題を閲覧できるってことがありますので、ぜひ過去問題を入手して、どのような問題が出題されるか、事前に調べ、対策するようにしましょう。ちなみに私の日本語学校では、このように過去の学生たちに協力してもらって入手した過去問題のコピーをストックして、進学対策、受験対策へと
使っています。で、最後の総合型選抜は日本人と同じ枠で実施されますので、日本人の予備校でやっている対策をそのまま行う方向で対策するようにしてください。長くなってしまいましたが、以上が特別選抜入試の概観です。たくさんある大学の学部によってその選抜方法が大きく違いますので、事前に調べることが非常に重要になってきます。次の動画では、進学の授業、外国人留学生に進学授業をする最初の最初にお話しする多様性について、異文化を題材にして少しお話ししたいと思います。